作品っていうのがある日突然ボカッとこう来て、体が本当に着実にもうテキパキとやってる、何の迷いもなくやってるという、パッとこうひらめいたり、雲間から遠雷のように轟くように来る場合もあるし、それのつかみ方だと思うんですね。確信を持ってね、そして堂々とね、一つも疑いなく作ってるんですよ。1年ぶりに東京に来ましたんですが、つくづくですね、地方にずっと住んでてよかったなと思いますね。私が今住んでるところがですね、23の時から、住んでおりまして、全然変わって動いておらないんです。だから全作品はそこで、作っておるんですが、僕は外国も行ったことがないんです。外国のことは知らないまま絵を描いてきましたんで、それも良かったなと。外国はあんまり興味ないんですね。それで母も15の時に、死にましたんで、戦後すぐですが、したがって絵を描き始めたというか、人生の始まりがですね、まことにこの生まれたばっかりのすっぽんぽんから、生きて始めてきたということもまあよかったなと、実に自分がよく見えるわけです。したがって美術学校も行っておりません。つまり全て独学、誰からも習ったことがない、バイ金がついてないと。それから作家として産声を上げたのが九州派というまるでその田舎の青年団みたいな集まりで、これが良かったと。崩れる寸前でしてね、私も人生もう危ういところで19、20歳で救われたと。九州派ありきで良かったなと思っております。これは1962年、私が27歳の時、南画廊という画廊で東京での初個展の作品なんです。それでどうしてその天下の南画廊で私がしたかと言いますとですね、この前年にですね、五円玉をばらまいた丸太のやつを近代美術館で並べたんです。それをね、清水さんという画廊主がこれは面白いと言って、こいつをうちでさせろと言ったそうです。作品はもう品種ばっかり買ってですね、騒動を起こしたやつなんですが、それをね見られて、南画廊でしたいと。それで30枚か40枚作ったんです。それで今これ偉そうに額縁についてこういうふうになってますが、これをね画廊いっぱいに飛ばしたんです。壁中にこれが散らばったんです。日本のギャラリーでインスタレーションの一番先駆けじゃないかと。この展示がね、これはね花州っていって人工の漆なんですね。酸に滅法に強い。だからもう50年近くなるんだけど、もうこの赤なんかびくともしてないでしょ。で丁寧に塗って、それからねこれはノコギリでね自分でねもう一生懸命切るんです。ギコギコギコ。これが全部違うからね、またこれが何とも言えないね。それで実にね楽しげにね確信を持ってね、そして堂々とね次から次に手際よくねこの作品を一つも疑いなく作ってるんですよ。でお前は何でこういうのを作ったか、もう盛んに聞かれるんだけどわからない。いやある時ひらめいたっていうしか、いやひらめいたんです。確かになんかだってその1年も経たぬ前が五円玉ばらまいてる丸太でしょ。突然これでしょ。それでちょうど64年にですね、羽生一郎さんとやり合った対談が美術ジャーナルの伝説的になってますが、あの時も羽生さんが「言ってみろ」と「作家だったら作家として責任持って自分が作ったものをどうして作ったかぐらいしゃべろう」とかって盛んに言うんです。で僕が「パッと来たんです」とかね、それからあんまりしつこいから「工業的計算です」とか僕は生意気なことを言う。どんどんとそれがねあれ読み返しますと本音吐いてるんですね。
全部本当のことを言ってるんですね。つまり私は変わってないんです。つまりこれはね、歌集を丁寧に塗ってね、デテールなんかつけない。もう要するに物質をね、このベニヤ板は物質の一つのシンボルですから、これを完全に塗りつぶしてやろうと。そして火をつけたりしてるんですよ、パッと。で火を消したりクリアラッカーをかけたり、これがね実にその自信を持ってやってんですね。堂々と五円玉からこの円盤を作って、隣のルーレットが翌年です。だから毎年変わってるんですけどね、実にね軽やかにね変わるんです。このルーレットはですね、ちょっとね舞台裏を見せてるんですね。わざとこの製材の材木をですね、ある部分はピッカピカにしてやろうと思って、これ自動車のボディの作り方と同じなんですね。ここはもう全然こうもう印刷が入ってるなんとか会社とか入ってるのはほったらかしてピカピカにサンダーで少し放り込んで、そしてその上にラッカーパテでやってきめの細かいペーパーで磨きに磨くんです。そしてこの歌集を塗るんです。でこれはですね途中でやめてるんです。パッと要するに舞台裏を見せてるんですね。本来はこれはここからパテを入れるんです。そして磨きをこれと同じように入れるんですけど、わざと余裕ですかね、見せてる。これ言ってんだけどどうだ。そしてある時にですね、10年ほど前にですね、もうルーレット各美術館にあるんですが、23の美術館がですね気を同じをして私のところ電話がかかってですね、ルーレットの補修をぼちぼちしなきゃね菊畑さん、隙間が空いたりして修復しましょうよって言うからね、愕然としましてね、これはねジョロをかけてわざと木をね濡らして打ち込んだんです。でねこのペイントが引きちぎられて、これを売ってる時はピシャッとしてたんですよ、水も漏らさんように。ところがバリバリこうやって乾燥して上の塗装がむしり取られてちぎれるように物質とそれからそのペインティングの塗装とが格闘するような劇を見せてやろうと思って、でそのままにしといてくれと。で福岡市民のルーレットなんかももう1センチぐらい空いてるんです。だからすごいじゃないかって僕は言ったら「こんな空いてからいいんですか?」って言うから「あかんのもあるんですよ、あかんのも。であかんのもあかんって言うんだけど、待っても待ってもあかんのはあかない。それでその頃はですね九州派と喧嘩してましてね、博多の町にコーヒー飲んでたんです。そしたらね九州派のね連中がどやどや喫茶店に入ってきてね「菊畑ちょっと俺ら今から東京に展覧会するけど駅ぐらいまで送りに来たっていいだろう」って脅かされてですね、で私も「そんならしょうがねえや」って言って博多駅まで送りに行ったんです。で「せいぜい頑張れや」とか言ってね、そしたらね突然ねみんなが「それ!」って言うんでね、私と捕まえられて汽車の中に引きずり込まれたんです。そしてもうどんどん汽車は夕暮れの街をどんどん走ってですね、もうそれは小郡までは私もね駅に着くたんびにねもう汽車の中でもう格闘してましたけどね、もう広島で諦めました。とっぷり日が暮れて、それで朝着いたのは東京駅で、それでほったらかされたんです。ほったらかされた時にね田中茂一さんという画家がね犬の世話してくれるやつがおらんか、ちょっと旅行に行かないと行きたいんやけど犬がねえって言うんで、そこにね1ヶ月追って作ったんです。その田中茂一さんのところの犬の餌やってね、犬小屋掃除して、それでアトリエ使っていいって言うんで作ったんです。だから板前で言うと包丁1本包丁も持たんでフラフラっと来てですね、それでその田中茂一さんの裏に材木屋があったんです。それでふっとこれをもうやったんです。だからこれだけがですねこの田舎の以外の東京でできた作品なんです。南側の人も言ってました。だろうってね、時々東京で作るとシャレなのができるやろうがって、博多じゃこれやろうがって。ルーレットを作ってですね、パタッとこうなんか止まったんですね。これは62年で27歳の時で、これが29歳の時こっちに。でここにですねこの隙間のところ30年ぐらい
これはね沈黙の時代と言われてますけれども、65年ぐらいからですね、日本の画壇はですね、とにかくその万博のこの騒動でもうでんぐり返るような感じで、それで美術界もですね、もう万博芸術のもう沸騰してきた時でした。ある戦後の美術の流れが一つ大きく屈折してしまったような問題をはらんでいると思うんです。それで、その中からだんだんこう気持ちが外れてしまってですね、日本のですね、最前衛のですね、先端部分が全部根こそぎやっぱり国家の主催の大イベントに、救われてしまった。全部、そこから救われてしまった。前衛芸術というのが、カタカナになってしまった。カタカナになってもう大衆からもう手ごめにされておもちゃにされてしまった。つまり社会や国家に認知されて大ゼネコンの中の一つの部門になってしまったという感じがしてしまいましたね。それから70年はですね、ここに戦争画が帰ってきたんですね。この万博の真っ盛りの時に、密かにこの戦中の亡霊が帰ってきた。我々の姿をそのまんま凍結している戦争画が密かにこの近代美術館の地下に入ってきた。で美術出版社の某編集長が私にですね、返還された戦争画のことを書いてくれと言って書いたのが72年なんです。それが藤田よ眠れ。その次に75年はここに突入した事件がありまして、これもね、九州 KBC 朝日放送っていうのが30分番組の返還された戦争画について、番組を作ろうということで、私はねこの金美でお話を聞こう、もう何でもいいからお話を聞こうと思ってね、私は何の遺恨もないんです。そして本当にね、戦争画を中にしてね、中に挟んでね、その担当のここの事務をその担当されてる方とね、もうとにかくもう言葉の罵倒の応酬なんです。ここで3階のエレベーターホールで。そしてね困惑してね、そして悲しげなんですよ、2人とも顔が。そしてその彼が事務所の中に入り込むのも追いかけていきましたけど、やっぱりねもうやめようよと、実にいい体験をしましたけれどもね、だからこの近代美術館は大変縁があるんです。私は最初に申し上げましたように田舎にいましてね、自分の家からですね家が一軒も視界に入らなかったんです。嘘っていうぐらいずーっと向こうの山まで屋根が見えなかった、人家が見えなかった。でそういうところでですね、よかったなって最初言ったのはですね、ずーっと動かない定点観測なんです。この50年の日本のですね戦後の歩みをですね、ただひたすら一箇所からずーっと見てきたんです。私は鶏やらヤギやらいっぱい飼ってたんですが、鶏小屋にねこれを干してる写真があるんです。それでね実にねなんか大根干してるような感じでね、極めてね自然なんですよ。極めて自然だから、東京の画壇がどうあれこうあれじゃかあいつがこういうことやったから俺はそんならこういうのやろうかっていうようなことはね全くね、それで学校もどこも行ってないっていうのもですね、そういうことの知恵に振り回されないでよかった。それから何か難しいこと書いてるのがよく分からなかったんですよ。だからアンホルメルって看板持ってね、街頭の写真があるけど「お前知っとったや」って仲間に聞いても「知らん」って言うんです。アンホルメルって何も分からんでパレードしてた。だからお前たちはもうアンホルメルをほんま田舎におってよ知っとったのに、いや知らん、誰かが書いてる、カタカナで書いてる、誰も知らない。だから別の文脈の中に捉えることもしなければいけないだろうと思うんです。つい芸術のなんか領域の中で、それから時代の
その当時のとかっていうようなことでもうこれを解読しようとしますけど、そうじゃないものもあるんですね。作品っていうのがある日突然ボカッとこう来て、それを体が着実にその実現に向かって本当に着実にもうテキパキとやってる、何の迷いもなくやってるという、パッパッとこうひらめいたり、そのひらめき方がなんか雲間から遠雷のように轟くように来る場合もあるし、突然道歩きよってうわっ赤い円盤作ってやろうかって思ったりすることがあるんですけど、それのつかみ方だと思うんですね。しょっちゅう体の中でそういうのが去来してるのをバッとこう捕まえる、そのところに僕のなんかあるんですね。僕はそうやって、戦争画のことも一生懸命でしたけれども、身の丈に合った文章しか書けませんけれども、そうやって自分が絵を描くというのは何だろうっていうようなこともいい学習の時間でした。トントン作品を発表したりして展開していくだけじゃなくてね、だからルーレットを発表したのが29歳ですけど、次にね東京画廊でね天動説をしたのが50歳ですよ。だから僕はね壮年期の絵がないんです。真ん中がないんです、ポカッと。だから不思議な、画家の歩みをしてきたと思いますけれども、僕にとっては人生に乾杯、悔いはないですね。とってもいい、それから場所も良かった。外国にも胃の中のカードだけど胃の中で一生懸命考えた。それから胃の中で一人でコツコツ絵を描いてきた。それが世界とどうつながっていくかはそれは知りませんけどね。